クリスマスの約束。北風が冷たく通り過ぎていく。俺は一人遊園地の前にいた。思い出されるのは去年ここに来るために千里と揉めたことだ。ここの遊園地はかなり広くてテーマパークになってるんだよ。そのテーマパークがワールドとスカイに分かれてて、ワールドは子供向け、スカイは空をテーマにしてる大人向けということで、スカイパークはお酒も飲めるの。千里がかなりのドヤ顔でそう言った。そうか、じゃあワールドパークに決定だね。俺たちはワールドにするかスカイにするかでデートの直前まで盛り上がっていた。なんでよ、私も久しも大人じゃない。俺は大人だけど千里はどう見ても中学生だよ。これでスカイパークで腕組んで歩いてたら俺がいけないことしてるみたいに見えるじゃん。失礼だね、同い年のくせに。去年の俺は19歳、千里も同じ19歳だった。大人とは言えないにしても子供でもない年齢だ。俺は専門学生としてバイトと学校を往復していた時期だ。千里は高校は卒業したが心臓が悪いために働くことができずにいた。そのためなのかもともとなのか非常に幼く見える。千里と同い年の女の子は化粧をして大人の女性へと変わり出しているが、千里は化粧をせず洋服にもこだわりを見せなかった。俺は大人に見えるけど千里はね。悔しそうにする千里をからかうのはやっぱり楽しい。こないだの映画館だって学生と間違われただろ。あれはそうだけど。俺はおかしくて笑いそうになるのをぐっとこらえていた。あれはあの人の目がおかしいんだよ。食い下がってくる千里に俺はさらに攻撃する。でも飲みに行っても未成年ってバレるよな。俺は大人としてスルーされるけど。そうだけど。こうして千里をからかうためにワールドパーク行きを決定したのだった。当日は今日と同じように北風が冷たかった。それでも千里といると風の冷たさを感じることはなかった。あの日は本当に楽しかった。たった1年なのにすべてが変わってしまった。俺はワールドパークのチケットを2枚買った。ワールドパークに入ると目の前に異世界が広がる。あちこちに着ぐるみが歩いている。着ぐるみの周りには子供たちが集まり、親は携帯を構えている。あの時千里は着ぐるみと握手したいと騒いでいた。ひさし、見て見て、虎だよ。ほら、あっちにはライオンがいる。キャー、クマのクルミンがいる。握手してくれば？してくれるかな、握手。そう言って走っていく姿はどう見ても中学生だった。なんで千里はいないんだろう。来年も一緒に来ようね。嬉しそうにそう言ってはしゃいでいた。同じ年齢なのに千里のテンションにはついていけず終始苦笑するしかなかった。俺の手を引っ張ってあっちこっちと走り回る彼女は
まるで妖精のようだった。俺はゆっくりと園内を歩き出した。色とりどりに飾られた店が縦横に並ぶ。小さな町並みを通過すると広場に出る。誰もが心躍らせながらマーチングバンドの演奏に体を揺らす。一人がこんなに寂しいなんて思わなかったな。俺は風の冷たさに身を縮めた。寒い寒いって若さがないな。おじさんになったね。明るい千里の声が聞こえたような気がして、俺は辺りを見回した。心の中ではまさかまさかと繰り返していた。何をキョロキョロしてるの？変な人に見えるよ。視線を声のする方に移動させると、そこに千里がいた。俺は目を疑った。いるはずのない千里がここにいるのだ。なんてえへへ。はにかむように笑って千里が言った。また来ようねって約束したじゃない。来年もクリスマスに来ようねって。だから久しも約束守ってくれたんでしょ。確かに去年千里と交わした約束を守った形にはなったが、実際は一緒に行くはずの千里はいない。これは俺のもう一度一緒に遊園地へ行こうね。病院のベッドで病魔と戦いながら千里は言った。去年のクリスマスには元気だった千里。それが半年の間に体力が落ち、起き上がれないようになってしまった。体力つけないと一緒に連れて行ってやらないぞ。体力の落ちていく千里に俺は檄を飛ばした。学校とバイト、そして病院、それが俺の日常になっていた。あら、久しくん、今日も来てくれたの？ありがとう。千里の母親は笑顔で俺に挨拶してくれるが、笑顔の下には多くの涙が隠れているのを知っていた。もうダメかもしれない。時間の問題なんだ。分かってはいても、もう一度元気になってほしくて、俺はあらゆる夢を千里に語った。夏にはプールに行こう。千里の水着姿は見たくないけどな。どうせペチャパイの千里はスクール水着だろ。今までなら失礼だねと元気に返してきたのに、力なく笑うだけだった。クリスマスには何が欲しい？プレゼントするからさ。そうだな、千里にはクマさんの着ぐるみパジャマか？元気な千里なら欲しいと飛びついてきただろう。バイト代が入ったらベッドに寝ている千里に着ぐるみパジャマをプレゼントしてやるよとバカにしたように話してやった。それでも力なく笑うだけだった。11月、あと1ヶ月でクリスマスという日に、千里は笑顔を向けることもなく天に召された。
俺はもう千里の笑顔を見ることができなくなった。そんなこともありました。目の前の千里が元気な笑顔を向ける。おどけてまるで生きているように笑うのだ。久し、今日は約束の日だよ。時間はたくさんあるようでいて短いんだ。思いっきり楽しもうよ。死んだはずの千里がしっかりと俺の腕をつかんだ。これは夢だろうか。夢なら覚めないでくれ。約束のクリスマスを一緒に過ごすためだけに千里が生き返ったのなら、もう二度と話したくない。俺はしっかりと千里の手を握った。冷たい。千里の手は氷のように冷たく、体温を感じることができなかった。ねえ久し、周りを見て。言われるままに周囲に目を向けると、今まで多くの人でにぎわい元気に走り回っていた子供の姿がなかった。マーチングバンドはドラムやトランペットを鳴らし、風船を持つ着ぐるみは確かにさっきと同じようにいるのに、俺は寒々とした園内に違和感を覚えた。これは貸し切りってわけじゃないよ。そう思ったでしょ。いや、遊園地を貸し切りにできるなんてことは考えたこともないさ。でもあまりにもさっきと違いすぎるじゃないか。ほらあっち。千里が指さす方を見ると、幸せそうに肩を寄せ合う恋人同士の姿が目に入った。他にもほらほら。あっちこっちと指を向ける。確かにあちこちに恋人同士ばかりか親子連れの姿も見ることができる。しかしそれらはさっきと違って圧倒的に少ないのだ。おかしいよ。いいんだよ。みんな最後の約束なんだから。千里が悲しそうにうつむいた。ね、だから時間の限り楽しもうよ。千里が懇願するように俺の顔を見た。俺は力強くうなずいた。ワールドパークはその名の通り世界をテーマにしている。各国の城や山、川、一つ一つに趣向を凝らして楽しませてくれる。ここがこんなに空いてるなんて考えられないね。俺はいつもなら並んでいるアトラクションに並ぶことなく乗れることが驚きだった。どんなに走っても誰にもぶつかることがない。それでいてパレードもしっかりと時間にやっている。どことなく寂しさはあるが、千里と二人ならどんなところでも楽しかった。次はマウントコースターに乗ろうよ。今までジェットコースターは心臓に悪いからと決して乗らなかった。それが今日は自分から乗りたいというのだ。いいのかよ。何が？だってお前心臓。千里はおかしそうに笑った。大丈夫だよ。だっての後が続かない。俺は千里を見た。千里は何かを打ち消すように顔を左右に振ると、明るい笑顔を俺に向けた。今日はいいんだよ。それとも久しの方こそ怖がってるとか？バカ言え。俺は絶叫系は好きなんだよ。今まではお前に合わせて乗らなかっただけさ。へえ、そうなんだ。
憎たらしい千里の言い方に本心を見透かされたようでドキッとする。実際絶叫系は乗りたくないのだ。しかし今日は何にだって挑戦したい気分だ。せっかくのチャンスだ。千里と乗る最後のチャンスなのだ。並ぶことなく乗ることができる。俺は千里の隣でシートベルトを締めた。多分顔が引きつっていただろう。千里は面白そうに笑っていた。ゆっくりと動き出す。登ったり降りたりの連続で体が宙を舞うような感覚の中、俺は確実に絶叫していたと思う。俺の横で平然と千里が笑っていた。楽しかったね。絶叫マシンから降りると、俺はめまいを起こしているのではないかと思うほど歩くのが困難だった。しかし千里の方は何ともないのか元気に歩いている。こんなに面白いとは思わなかった。こんなに辛いとは思わなかった。久しギャーギャー騒いでたね。まさに絶叫だった。うるせえよ。せっかく絶叫系に乗ったのに絶叫しなくちゃもったいないだろ。負け惜しみ。相変わらず憎たらしい。次はあれがいい。こうして絶叫系に乗りまくり、やっと落ち着いてくれたのが夕暮れ近くなってからだった。面白かった。大きな窓のあるカフェで温かいコーヒーを飲みながら俺と千里は笑っていた。こんなに楽しいなんてね。分かっていたら去年も乗ってたのに。分かってたらってどうせ乗れなかっただろう。そうじゃないよ。最後の時が分かってたら我慢しなかったのにって。コーヒーカップを両手で挟みながら千里がつぶやいた。運動神経のいい千里が何をするのも我慢してきたのだ。それもこれも生きるためだった。今年のクリスマスを一緒に過ごせないと分かっていたら、千里はもっと好きなように行動していただろう。俺だってそんな千里を止めることはなかっただろう。暗くなってきたね。大きな窓に顔を向け、外の暗さに千里の瞳がうつろに見えた。そうだな。もっと時間が欲しいな。俺は何も言えなかった。去年は風が強くて結局最後の花火は中止になっちゃったね。あの日を思い出しながら千里が言う。俺の記憶の中では千里といることが全てだったから、花火が上がったかどうかなんてことは忘れられているのだ。久しってそういうところあるよね。せっかくの2人の思い出なのにどうでもいいみたいに。千里が笑う。どうでもいいわけじゃないけど。でも今日の花火は必ず見られるから大丈夫。何を根拠に断言しているのだろう。なんでそう断言できるんだよ。それはね。俺は千里をいじめるつもりでそう言ったのだが、どうやら千里は真面目に受けてしまったらしい。おい、真面目に受けるなよ。千里らしくないな。俺の中では今の千里が全てなのだ。生きているか死んでいるかなんて関係ない。だから笑ってくれ。真面目になんて受けてないようだ。ただ今日はそういう日なんだ。そういう。チクッと心が痛む。小さな言葉の行き違いで千里の笑みが消える。
うん、そうじゃないの。いいのいいの。千里の中にある時計はどうやっても止まらない。俺と千里の世界はほんの短い間だけ交わっていられるのだろう。千里はそれを知っているんだ。俺はこの時になってやっとそのことに気がついた。あのね、夜の絶叫系はさらにすごいらしいよ。またかよ。それより飯食おうよ。今食べたら吐くよ。千里が笑いながら立ち上がった。閉園まであと3時間だ。急ぐ気持ちもわかるが、できることならゆっくりと食事をとりたかった。最後の食事をゆっくりと。千里は俺の手を引っ張るように外に出る。おい、お金。いいのいいの、今日はいいの。マジかよ。後で警察に捕まるのは嫌だぞ。大丈夫だよ。ただし今だけだよ。黄泉の国というのが本当にあるのなら、これが黄泉の国なのかもしれない。俺はこのまま千里とずっと一緒にいたいと思った。ダメだよ。久しにはまだやることがあるから、こっちの世界には残れないよ。まるで心を見透かされたように千里が俺の顔を見た。俺は立ち止まって千里の手を引くと力強く抱きしめた。久し、千里、なんで死んだんだよ。聞いてはならないことだと分かっていた。それでも聞かずにはいられなかった。それがどれほど千里を傷つけるかを知りながら。ごめん。千里が小さな声でつぶやいた。千里の甘い香りが俺の鼻孔に残る。本当は生きているのではないか、そんな思いが浮かんでくる。ごめんね。残された時間はあとわずかなの。ずっと一緒にいたいけど、久しは連れていけない。困らせるつもりはない。愛しているから離れたくないと思うだけだ。ただ愛しているから。分かってるよ。嬉しいよ。久しにそう言ってもらえて本当に嬉しい。ずっと抱きしめていた。このまま離れなかったら、残された時間は永遠の時間になるのではないか。俺はそう思うと、二度と千里を離さないとつぶやいた。ありがとう。でも時間が。ずっとこうしていよう。時間が来ても俺が離さなければきっと何も起こらないよ。確証なんてない。ただそう思っただけなんだ。千里は何か言いたげに口を小さく開けた。しかしすぐに閉じると小さくうなずいた。俺はベンチに千里を座らせるとしっかりと肩を抱いた。時間という魔物と戦う、そんな意気込みで。千里は寒さを感じないのか、震えることもなく俺に抱きしめられるままだった。冷たい体の千里を抱きしめて俺の方が震えていた。久し、寒いでしょ。私体温低いから。笑いながらそう言うが、実際は低いなんてものではなく、体温がないのではないかと思う。大丈夫さ。
寒さに震えながら大丈夫だと言うが、限界を感じていた。これが生きているということか。時間が過ぎる。目の前をイルミネーションで輝くパレードが俺たちに幸せをプレゼントするように通過していく。本当なら人の頭でほとんど見えず、人垣の隙間から見ることしかできないのだ。それが今は目の前を通過している。その大きな馬車や馬車に乗る人形、光を浴びて美しく光るサンタ。一体通り過ぎるまでにどのくらいの時間を要するのか。パレードは長く長く続いた。このパレードが終わったら最後の花火だよ。千里が苦しそうに言った。そうだったか。そう。それで閉園。閉園の4文字がさよならの4文字に聞こえた。違うよ。さよならなんかじゃないんだ。さよならなんかないんだよ。俺はさらに力強く千里を抱きしめた。パレードが通り過ぎると辺りは急に静かになった。しばらくすると園内放送が聞こえてきた。本日は最後の大切なお約束のためにお越しくださいましてありがとうございました。まもなく閉園となります。閉園の前に最後の花火をお楽しみくださいませ。この花火が皆様に素晴らしい思い出となりますように願いを込めました。その先の言葉が聞こえなかった。言葉と重なるように大きな火の花が空に咲いたからだ。いくつもいくつも重なるように咲き乱れた。ね、今年はちゃんと花火見れたでしょ。そうだな。千里と見れてよかったよ。うん。来年は久しを愛してくれる人と来てね。来年は俺は千里を見た。来年も千里と一緒にいたい。だから決して千里を離さない。しかし横に顔を向けたとき、千里はうっすらと霞み出していた。千里、ダメだ。俺も行く。久し、楽しかった。来てくれてありがとう。しっかりと抱きしめていたはずの千里の体はどんどんかすみ、霧のように俺の手から消えてしまった。千里！消えてしまった千里を探すように手の中を見つめていると人の声が聞こえてきた。うわー、きれい。すげえ。こんなに間近で見れるって超ラッキーじゃん。火の粉が降ってくるみたいに見えるね。きれいだ。俺は周囲に意識を向けた。そこには遊園地のゲートをくぐった時に見えたのと同じ多くの人の波があった。恋人同士や親子連れ、友達同士や老夫婦、いろんな人が天空を見上げ、空に咲く
く火の花に心を奪われていた。俺は今までいた世界から追い出されたらしい。そして二度と千里には会えないんだ。顔を上に向けた。そこには千里と見たのと同じ大輪の花が咲いていた。いかがでしたでしょうか。死んだはずの千里が現れ、最後の約束を果たして消える。なんとも切ないお話でした。面白かったと思われたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた別のお話でお会いしましょう。